今回は自作のエディターアプリでの執筆中に AI に相談したくなった時の使い方サンプルです。小説を執筆していて、キャラのセリフに行き詰まりました。良いセリフ案がないか AI エージェントに相談してみたいと思います。自作小説アプリでは、エージェントや機能ごとに使う AI モデルを設定できます。小説編集アシスタントというエージェントでは、オープンルーターのこのモデルを指定しています。では実行します。現在の文書などといえば、自動的に今開いているエディタの内容を参照してくれます。セリフの案がいくつか提示されましたが、どれもピンときませんでした。なので、さらに検討してもらいます。ツールを使って他のノードにあるキャラ設定を自動的に検索してくれます。AI モデルによっては、ツールの使い方の上手い下手があるようです。あと、せっかくツールで検索結果を得ても、結果のまとめ方や考え方が下手なモデルもあります。別のモデルでも試してみたいところです。今度は、ジェミニ3フラッシュプレビューで同じことを聞いてみましょう。
ジェミニの回答も出ました。モデルを変えても会話内容を維持することが可能です。前のモデルの時にツールで得た結果を元にしているので、再度検索してもらいます。アプリ側でエージェントのシステムプロンプトを構成しています。なので、使う AI モデルを変えても、ある程度の共通体験ができます。3つ目は、GPTOSS120B で同じことを試した例です。思考の中も見てみます。思考の中に気に入った表現があったので、エディタにドラッグして採用です。最後は、執筆した一部分をレビューしてもらいましょう。過去のやり取りでは相談を繰り返していました。
なお、今回は GLM5 クラウドを使っています。レビューが完了したようです。過去の会話の時に取得していた本文と比較してくれています。なお、エージェントにはスキルをつけることができます。アプリ側で用意しているシステムスキルというものがあります。小説の特定の作業に特化したスキルが揃っています。また、自分で特定のノードにスキルを記述し、それを選択して指定することもできます。ただし、一定のセキュリティを担保するため、外部とはつながりません。アプリ側で検索やノード作成といったツールを用意しています。小説に役立つスキルだけではなく、プログラミングや法律といったスキルを作って、本エディタアプリで心ゆくまで文書や情報を管理してください。